あ、はい。ではただいまからレクチャーを始めます。改めてライブ後すぐなんですが、吉見さんです。皆さんもう一度拍手を。はじめまして。今日、聞き手を務めます、ライターの原正明と申します。よろしくお願いします。ライブ後にレクチャーやるっていうのもかなりっていうか珍しい、ないですよね。知らないです。知らないですよね。でしかもこうやって僕ら畳の上、能楽堂の舞台の上にいるっていうかなりシュールな、遠いですよね。かなり珍しい、二度とないかもしれないようなシチュエーションですよね。二度とないようにしましょうかね。今日はですね、吉見さんがこれまでやってこられたこと、吉見さんの活動を中心にした話を伺いたいと思ってまして、はい、もちろん今日来ていただいている皆さんはボアダムスとか OYOO っていう活動で吉見さんご存知の方が多いと思うんですけれど、それはもちろん前提なんですが、その上で吉見さんがソロというか個人でいろんなアーティストと一緒にやられたり、今日見てもらったサイコバブとかそういったプロジェクトをずっとやられてきて、それを振り返って皆さんにももう一回ちょっといろいろ音源も聞きながらですね、話を聞いてみたいなという趣旨です。はい。なるほど。はい。なってます。で、今日は音源ここでかけるんですけど、いろいろ吉見さんの方に吟味していただいて、一応用意してあります。はい。はい。で、年代順にちょっといろいろかけていきながら話を伺いたいと思ってるんですが、はい。いきなりこんなのかけていいんですかね。こんなのって言っちゃいけないですね。言ってる。いやいや。いきなり。こんなんですよ。はい。いやいや、これ多分一番初期の頃ですよね。どれかけようとしてます？これです。これ。失礼つかまつるやつやね。そうですよね。すいません。これは1993年、はい、フリーキトゥンという、フリーキトゥンに入るきっかけになったやつかな、このシングルは。フリーキトゥンっていうのはあれですね、ソニックユースのキム・ゴードンと、プッシー・ガロアのジュリア・キャフリッツ、の2人が始めたバンドに吉見さんがドラマーとして参加。そうですね。いうかこれ録音する時は全然そのバンドっていうのもキトゥンっていうバンドだったんですよ。名前もあれだった。でキトゥンっていうインディーズのバンドの女の子にやめてくれってキムは言われて、名前がかぶるからでフリーキトゥンになったと思うんですけど、私はずっとキッチンやと思ってたんですよ。そのバンド名が。でキッチンの録音するから手伝ってほしいっつって言われて、なんかよくわからんまま行って、この曲をカバーしろって言われてやった曲ですね。わかりました。じゃあこれ実はですね、7インチでしか出てない。7インチシンパシーズはピクチャー版しか出さないレーベルで。で、吉見さんお持ちなんですか、これ自体は。これね、家に2枚ぐらいあったかな。本当ですか。僕は持ってなくて、でデジタルでも出てない音源でどうしよう。シンパシーレコードないでしょ、もう。ないですよね。で、すみません、これね YouTube の音源なんですよ。いきなりしかもこれ UK パンクの X-Ray Specs っていうののカバーですよね。そうです。はい。そんな曲をいきなりここでかけちゃうんですけど、まずとりあえずかけるんですね。はい。吉見さんの初期の音源ということで聞いてください。Some people think that little girls should be seen andはい。これトランペットも吹いてますね。吹いてますよね。ギャー言うてますね。でドラム叩いてますね。すごいですね。いやでこれまたジャケットが、私のそのボンテージファッションの、その当時ニューヨークの友達で、SM の女王の方がいて、その人にこれを着なさいって言われたやつを
写真撮ったやつと、あと自分の、成人した時の、母に着物をあてがわれて、それ着た写真があって、その2つの写真をキムの誕生日に、日本ではこうやって着物を20歳になったら着るんよっつってあげて、でこれは SM の女王の格好は関係ないけどこういうこともしてきたからあげるって言ったら、それがいきなりジャケットになっててB 面と A 面で SM の女王さんの格好と裏が着物着た格好で、その着物着たやつがぐる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 こうターンテーブルの上で回ってて、喜んだんうちの母親だけで、私もう完全に騙されたやつなんですね。なるほど、はい、そういう貴重な初期音源そうですね、でもこれはまだボアダムスもやる前やってたんじゃないですかね。はい。ぐらいですか。やってました。やってましたね。やってました。92年にボアダムスとソニックユースのツアーがあって、その時にその頃なんかサーストンとキムが泊まってる家に来て、私を両腕掴んでスタジオに連れて行ったのを覚えてますね。それで無理やり録音したと。すぐさまコピーしろっつって。なるほど。はい、じゃあこれよりあと実際の録音はこの前になるんですか。 UFO 話題はい、もう一つ初期音源があるんですが、はい、覚えてないですね。覚えてないですか。定かでないですね。これ録音が92年から93年ってなってますよ。はいはいはい、じゃあそうなんじゃないですかねリリースされたのは1996年なんで、アルバムとして一応リリースされたカセットテープスーパースターというやつがありますよね。覚えてらっしゃいます？覚えてます覚えてます。愛ちゃんのアートワークが、特徴的なやつですよね。すごいですよね、ジャケ。自分家の洗面所ですねこれ、それにレコード版があってガーって書いてあるやつです。で曲が23曲。これ名盤ですよ。でもですよね。はい、これは堂々と流したいところやけどやめてほしいような、いやいや流しましょうよ確かドラムがバタバタいってるやつがあったんで、アルバムからじゃあまた1曲ちょっと、これは曲名が「We Are Rice」という曲です。私たちは米だ。終わった、よかったこれは作ってた時のこととか覚えてらっしゃいます？これは卓録ですね。家の一室で MTR とかで作ってましたね。でもそういう時代、そういう時代か。テープがまだテープですもんね。カセットテープが音源だったので、とても音がやっぱいいですね。いいですよね。確かに。でもこれそもそも吉見さんドラム叩き始めたのいつなの？いやそれ多分 UFO 話題が初めてだと思うんやけど、叩いてって言われたから叩いただけで何にも分かってなかったですね。なんか誰かに教わったとか？教わってないです。叩いたら音が鳴る楽器なんで、叩いただけっていうかでいろいろこの頃って対バンみたいなのがあって、その前に叩いた人の後に叩くじゃないですか。でドラムのどこをこう緩めたら高さが変わるとかも全く知らなかったから、いつもでかい人が叩いたらもうこうやって叩くしでこれ低いな思いながら叩いたり、ずっとそんな感じが結構しばらく続きましたね。あと分解されるって知らなかったですね、ドラムがもうがもう1セットだった。これ大変な楽器やなって思ってましたね。まま運ぶんだと思ったんですか？そうですね。椅子の調整もわからなかったぐらい、何にも知らずにやってました。で今じゃもう皮張ったりなんかこうチューニングしたりね、いろいろするけど、その前の人が叩いたのをいかに自分に工夫して自分の叩き方を変えるかっていうのがテーマなんだと思ってましたねなるほど。はい。でも僕多分その90年代にボアダムスとかを見てた時はもう僕が見てた時はなんかこう堂々と叩いてる
いや、まあ、最初から感じ。叩けば音が鳴るんで堂々とは思いっきり叩いてました。ですよね。はい、こだわりがなかったんで、やっぱああいう人間が作ったわざとらしい楽器っていうのは、やっぱりもうお膳立てされてるから作りやすい、使いやすいでしょうね、多分どうあれ。もっとですか、もっとこうプリミティブな楽器はやっぱりね、そうね、音色とかやっぱりもっと自然がリンクしてきてやるもんやと思うし、こういうのはやっぱピアノとかもね、こう並列になんか決まった音が並んでるっていう気持ち悪いぐらいわざとらしい楽器ですよね。だからだんだんこう吉見さんはちょっとこうなんだろうな、民族音楽というかそういうプリミティブな方向に行ったんですか。民族のものだとも思ってなくて、まあ、神様が作ったような楽器を衝動でやるもんだと思ってるんで、もっとそっちの方がやりやすいというか、こう入り込みやすいですよね、やっぱり。だからその人が作ったものはこう人らしくやれるものなんだなって思うだけで、やっぱりもっとプリミティブな楽器っていうのは、こう何かに通じてやりやすいというか。なるほど。この後ちょっとこうなんだろうな、フィールドレコーディングっていうんですかね、自然の音を取ってやるような作品とかも作られていくじゃないですか。そっちもやっぱりこうスピリチュアルな方とつながってるんですか。フィールド録音は、そのバイノーラルマイクっていうのをたまたま手に入れて、自分がこう聞こえるように、バイノーラル録音のやつ。そう、それをかけるんでしょ。かけますよ。でそれをつけて、軽トラの後ろに乗って、その山をずっと走って、元チボマットのその本田由香っていうゆかちゃんと2人で軽トラの後ろに乗って作ったアルバムがあって、でそれはもう朝から出発してずっと下から山登ってって、で最後夕方にまでなるっていう時間軸をベーシックとして録音して、その上に2人で後でスタジオでかぶしていったっていうアルバムが。なるほど。これはですね、2003年で、吉見&ゆかっていう名義で、フラワーウィズノーカラーというマイクパッドのレーベルですね。イペカックだっけ、カップ、から出したやつですけど、結構僕これを聞いたぐらいの時になんかこう吉見さんってこういうことやるんだっていうのも別に失礼じゃないんです。失礼な意味で言ってんじゃなくて、なんかちょっとこう変わってきたというか、この辺からこうちょっと今に至るものが出てきたのかななんてことも感じたんですけど、とりあえず聞いていただこうかと思います。そのトラックで撮った、これ一番最後の曲。もう夕方ぐらいですね。トラックだから乗ってて結構疲れて酔うんですよ、私車すぐ。でその時の、ベーシックトラックで。これは途中でベーシックトラック止まってますよね、シュッて、あそこまでが最後やったね。そうなんですね。でもピアノだけは続いてるっていう。なるほど。これはピアノを弾いてますね、私が。ピアノはたまに弾かれてたんですか。いや、ちっちゃい頃なんか習ったことはありましたけどね。じゃあ基本的には弾けてましたね。だけど興味が黒鍵のみになったんですよ、途中から。なるほど。黒鍵しか弾かなくなって。黒鍵が好きですね。なるほど。分かるような気がします。白いとこより黒いとこが好き。黒いところの音がいいんですよね。なるほど。でもこのアルバムはもうなんだろう、こうアンビエントっぽくもあるし、ちょっと全体通して。結構だから DJ の人もかけてくれてましたね、途中の曲で C とかね。C さん。明日サイコマブと C のライブありますね。あとボノボで C で思い出したけど明日ありますんで、また
そうそうそう。でもなんかこの数年またその海外とか日本でもそうなんですけど、アンビエントとか環境音楽とかニューエイジっぽいものとかも流行ったんですけど、この時代ってなんかそういうのはあんまりなんか逆になくて、なんか新しかったんじゃないですか。新しかったっていうか、いやなんでしょうね。だから結局これも即興ですよね。そのずっとベーシックを取った風景のような音源に、そこから何ができるかで楽器持ち寄って、好きなもん手に取ってやってるのを、作品というものに落とし込めただけですね。遊びみたいな感じですね。でもまあ遊びとその即興っていうのはまあすごくこう結びついたものだし、楽しかったですね、これは。でも基本は今までもそうやってこうなんだろう、即興で作るやり方ですよね。そうですね。ボアダムスのそのスーパールーツシリーズも全部あれは結構最初の方はそこに楽器を置いて即興でなんか作っていくけど、その作品としてジャケットとかもあるから一個一個コンパクトにまとめていったものというか、曲として。だから曲よりもちょっとでかいものがあってそれを落とし込むみたいな感じ。そうですね。ちっちゃいCD の中に。なるほど。でもそういうスタジオに入ったりとか一緒にやるセッションするような時間っていうのはすごいあったんですか？いや、それもこう時間いくらとかでスタジオ借りて、はい今日は行きますって行くしかないですよね。自由にはそんなできないですよね。アメリカとかやったらね、みんなベースメントにスタジオ持ってたりするけどね。日本の環境だと難しいですよね。だからバイトしてお金払って作ってましたね。じゃあ普通のバイトバンドやりたい人たちとあんまり変わらないような。変わらないですね。でもそういう中からなんでああいう作品が出てきたんだろうっていうのが改めて思うんですけど、僕はああいう自由な感じのものが。だからあんまりこのジャンルをやろうとかこのジャンルをやろうとかいうのはなくて、自分でしかないんで、しょうがないですよね、ああなっちゃうの。でもこの作品以降なんですけど、なんかいろんな方とそのソロでやってるじゃないですか。あれはなんかこう転機とかあったんですか？いやたまたまなんですけど、なんかこう OIO とかなんかでこう海外行った時に、アメリカやったらアメリカ行った時にまたニューヨークに行って友達とかがなんかやろうよみたいになって、それが今よしみおコラボレーションみたいになって、でちょっとずつやるのがなんか作品化されたりライブをしたのが、で自分のソロっていうのは大概自分がドラムで、対面ドラマーっていうのを必ず目の前にドラムがいて向かい合ってる、で真ん中にこう何か違う楽器の人がいるっていうスタイルでコラボレーションしてきたんですけど、なんかこう山と月みたいなイメージで人を選んでやってたんですけど山と月、ドラムセットの山が2つあって真ん中にで急に真ん中に立たせられる人はどうしてなんだろうって思ってるんやと思うんやけど、もうやるしかないからやってもらってみたいな。その海外に行った時に呼ばれてなんかやるのはなんでこういろいろ声かかってくるようになったんでしょうね。やっぱり吉見さんにみんな興味があった。いや友達だから。いやちょっとわからないですね。誘われてやってっつっていいよっつってやってますね。誘われてやったものが結構いいものが多いんですよね。よかったのありますね、その場で。それもまたちょっとかけたいんですけど、これは何年だ2007年ですね。だからもうちょっと時代が経ってるんですけど、マッツ・グスタッフソン、今ファイヤーってバンドやってますね、マッツさん。スウェーデンのサックス奏者ですよね。元はジャズの人ですけど、フリージャズとかフリーインプロビゼーションの人ですけど、でもメルツバーとかね、ああいうノイズの人ともやってるとか。このスウェーデンの
イスタッドっていうちっちゃい町があって、なぜかそこになんか呼ばれるようになって、私。それはボアダムズとかじゃなくて、ソロですね。一人で。で、キムもいて、サーストンもいて、ジム・オルークもいて、で私と、あとなんかいろんな DJ オリーブとか、いろんなミュージシャンが寄せ集められて、でそこで組み合わせで即興をやるっていうイベントで、ほんでなんか私それサーストンとデュオをやった時に、そのイスタッドっていう町のちっちゃいところの新聞に載って、もう小野陽子はいらないって書いてあったんです。すごいコピーですね。俺びっくりして、はい、そんな風に見えてたんや思って。でマッツとこれ、一緒にデュオをやったのは、マッツがもう私の声と2人だけでデュオがやりたいって言ったんで、またマルモっていうまた違う都市に行って、私たちと対バンはメトロノーム100台やったんかね。それはなんかサウンドインスタレーションみたいなやつですか？多分せーので全員がメトロノーム鳴らして、最後のどんだけ100台になっても、やっぱり最後の3つ2つ1つが醍醐味ですね、残った時の。なんかリゲティって現代音楽の作曲家がそんなのやってましたよね。そういうのなんか、またやろうぜみたいなやつかもしれないですね。そういう手法を使ってが対バンでやりましたね。メトロノームが対バン。なんかこれはスウェーデンなんですけど、レーベルがノルウェーのあれですよね、スモールタウンスーパーサウンドという面白いレーベルですね。なんか即興、出たとこですよ。あんまよう分かってないんですよ。自分が出たもんあんま後で聞かないし。全然聞かないですか？ほとんどちょっと放置ですね。作品はでも手元にあるんですよね。マッツの1枚だけあると思う。でも聞かない。聞くことないですね。本当ですか？じゃあ今聞きましょう。これもでもなんか即興でやったんですか？これ即興ですね、丸まま。なんか20分以上の曲1曲と3分の曲しか入ってないんですよね、このアルバム。2曲だけ。3分の方かけます？じゃあめちゃくちゃ短いアルバムですね、これ。そうですね、30分ぐらいない。いいですか？じゃあ、3分の方の曲をかけますね。マッツで思い出したけど、あさって、マッテっていう人と、グロっていうスウェーデンの人と、私ドラムで、新大久保のアースドムっていうところでライブがあるんですよ。それスウェーデンの人らですね。2人。それはどういうあれなんですか？それはね、なんかシンガポールでなんかドラム呼ばれた時があって、その時にやってたミュージシャンが日本でツアー済んで、とにかくどこかで叩いてほしいいうことで、明日ちょうど空きがあさってあったんで入れましたね。なるほど、そうですね。じゃあそれも興味ある方はぜひアスドム。そうね。そのマッテさんの女の子のサックスプレーヤーと、女の子のサックスプレーヤー、グロさんも女の人のベースプレーヤーで、めちゃくちゃ面白いんです。なんかガムテープガリ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 ってベースに貼ってて、それをベロベロって取っていくだけで演奏されるんやけど。なるほど。で、吉見さんはでもちゃんとドラム叩いてる。ちゃんとかどうかわからんけど、一応。なるほど。今のそのマッツさんの方に戻るんですけど、マッツさんのこれはボーカルだけ、声だけですよね。声だけでやってほしいっていうふうになんかあったんですか？そうですね。はい。やっぱりなんか吉見さんの声が良かったんですよね。なんかね、声にこだわる人多いですね。吉見さんの声に。声で。そうなんだ。でもね、大概もキャーって言ってくださいっていう人が多いんですよ。やっぱボアダムスの時とかそっちのあれなんですかね。
でもまああんまりやっぱ若い時からキャーって言い過ぎて、その時声がキャーの中に70個ぐらいあったんやけど、だんだんやっぱ年とともに減っていくんですよね。でこう声帯とかも全部こう、まあ、新しい声帯が開いてきて、70から80ぐらい出る時があるんやけど、でもやっぱり減っていって、今3個ぐらいしか出ないような気がしててそうですね。でも今日出てたじゃないですか。あんなんキャーじゃないですね、あれはもう、あれはなんか抑えてる感じじゃないですか。歌ってるんです。歌ってるんですね。はい、なるほど。あんな歌うことはまずないですね、今日みたいなのはね。でもボーカルリストでもありますよね。みたいです、はい、だからもうドラムをやり始めた時から、ギャーって言いながら太鼓を叩くっていうのがなぜかずっとあって、ずっと歌いながらやるっていうのが、それはもう叩き始めた時からもやっぱ声が出ちゃうっていう。出ちゃってたんですね。すごい自然なことだったんですよね。なるほど。はい。だからかやっぱり、確かにそう、吉見さんのだからボーカルが印象的なものは多いなと思ったんですけど、やっぱりそういうあれがあるんですね、オーダーというか。そうだから喋るより先に出るみたいな、言葉になるより何か出るみたいな、その手っ取り早いじゃないですか。それが自分の中にあるから機材もいらないし、一番出しやすいですね。その時の感じが、一番プリミティブな楽器とも言えますもんね。ボーカル歌とか歌には興味はあるんですか？いや、メロディーはずっと鳴ってるやつとかはありますね、やっぱり。頭の中で。それをこう出すとそのメロディーになるぐらいの歌でしたら興味あります。あ、本当ですか？で1番があって2番があって3番があるみたいなのはちょっとイライラしますね。なるほど。はい。歌うこともあるんですか？今日めちゃ歌ってましたよ。いや、今日のもそうなんですけど、はい、あれ以上なんかこう。OIO でも歌ってますよね。はい、歌ってますね。歌ってます。ポアダムスでも歌ってましたよね。ちょっと歌ってますけど。わかりました。はい、じゃあ愚問でした。じゃあですね、ちょっとまた続けていきたいんですけれども、次が、これは本当に一人でやられてるやつですよね。はい、そうです。ボルコズミックですね。ボルコズミック、これは2作目なんですよね。自分のソロの2作目です、2作目ですね。これ2作目に当たるんですけど、これはなんかどこかに行かれたんですよね。いや、これは、その時家族がボルネオ行ってて、ボルネオ、私のツアー中だったんですけど、はい、ボアダムスのその時に首狩り族と一緒に踊ったっていうもんで、その音源を聞かせてもらったから、これにかぶしてみようかなと思って。なるほど。はい、でそれとあとそのレインフォレストの中のずっと森みたいなところになっていくんですけど、そこにもかぶしてるんですよ。これなんか一応コンセプチュアルなシリーズらしいですよね。その依頼をされたところからのあれによれば、そのマイク・ミルズっていう映画監督と、あとなんかフランスのファッション雑誌の編集長の方と、パープルのそれと吉見さんの3人がその、コズミック・ワンダーっていうブランドですか、でなんか現代美術の作家でもある方が、依頼をしたと、音源を使ってくれと。覚えてます？覚えてないですそういうコンセプチュアルな作品で、その中にだから吉見さんが入ってるのも僕面白いなと思ったんですけど。それとボルコズミック違うと思いますよ。そうなんですか？これのシリーズで出た。これのシリーズは、このファッションブランドのなんかライトソースっていうコズミックワンダーの、そのエレンってパープルの方が編集して出してるやつに光について、原稿を書いてほしいって言って、で光について書くのと音源を渡したのは、その音源は私その OIO に一時期、今日もレックを叩いてた浜ちゃん、
浜本どこにいる？あの方が、はい、ちょっとどこ見えんけどOIO でガムランを叩いてたんですよ、はい、滞空時間っていうバンドの浩平君と、でその2人と出会ったのが、そのコズミックワンダーのセッションで、その時にその2人のガムランと、その頃 OIO でドラムをやってた、愛って女の子もガムランをやって、でそこにまた私が即興で歌をかぶせるっていう音源があって、それをコズミックワンダーのあれで出されて、それはライトロッジって方ですか？そうはいはいはい。じゃあそれの続編ではなくて別ででも吉見さんのソロということですよね。1は雲南カラフリーって言って、キム・ウンスンさんやったっけ、雲南省の衣装ばかりを見せる、ロードムービーみたいなのを作ってて、それに、サントラとして作ったんですよね。なるほど、わかりました。じゃあ、今日はそのボアコズミックの方をちょっと聞いてもらいたいんですけど、これは長いんですよね、1曲40分。これもね、フィールド録音の上にかぶしてるので、長い、そうなっちゃいましたね。長いやつなんでちょっと触りだけなんですが、触りだけで聞いていただきます。これはだからその現地で本当にこういう音楽かかってるんだとも聞こえるし不思議な歌手みたいな不思議なあれですよね、なんか距離感というか。そのさっきね、吉見さんおっしゃってたけど、その民族音楽的なものにアカデミックな要素がこう加わるのの違和感みたいなのは僕もすごい感じる時あるんですけど、やっぱその辺はあれですか、なんかそうはしないっていう、そうはしたくないっていう、土足で踏み上がれないというか。でもそういうこう、民族音楽って一概にこう言っていいのかどうかわかんないんですけど、彼らはそこの民族の人の音楽やから、そういうジャンルはないと思う。そのローカルな音楽って言っていいんだと思うんですけど、そういう他の非西洋圏というか、そういう国の音楽にはずっと興味あったんですか？その衝動だから、パンクでも何でも民族音楽、一番民族音楽だと思うんだけど、ハードコアのバンドでも。そのアキシコとか言ってたけど、そのブラジルのハードコアのバンドとかね、やっぱもうね、とんでもない録音の仕方で、そのバランスとかもすごい独特というか、声だけがめちゃくちゃ大きくて、でギターが掃除機みたいにガーってなってて、ドラムが遠くの方にあるとか、そういうのにリアリズムを感じるんですよね。すごい衝動が伝わってくるというか、やっぱそういう録音方法をあえて自分で使うときはめちゃくちゃ参考にはしますけどね。そのいびつなんやけどリアルなやつ。でもその本当にこう初期のハードコアのバンドとかって、その衝動があったのがやっぱりだんだんこうスタイルになってくるじゃないですか。普通のロックの形になってって、それはそれで好きですけど、でもなんか吉見さんがやってることってそこから常にこう逃げていくというか、そこに行かないようにしていくから、初期の頃はそのハードコア的なものもあったけど、今はやっぱこう民族音楽とかそっちのローカルな、よりローカルな音楽の方に行ってんのかなって気もするんですけどね。ちょっと自分じゃわからないですけど、そういうのも含めて全部含めて、自分の中では同じですね。音に対しての接し方とかなんだろうな、そういう部分では変わってない、と思います。衝動ってでもなんかこう難しいですよね。こうなんかそれをこう維持するとかいうかいや、今日そのサイコバブでも、もうだから言葉になる前にもうなんか言うてるから、それをこう自分でそういう場を作ってあげないと、できないので、コントロールしようと意識しちゃうとダメっていう。いや、コントロールはしてます。してますよね。だから全くなんかこうフリーな状態でやってるのとも違いますよね。
そうね、だから普段自分をコントロールしてちゃんとした器を自分に作ってあげないと、そういうなんかパッてくるものがなかなか拾えないというか、だから真面目に暮らしてるんですよ。はい、いや真面目だと思う、すごい真面目だと思うんですけど、はい、でもそれってある種のこう技術って言っていいんですか、それも。いやどうやらだから楽器のテクニックなものはないので全然、ドラムにしてもギターにしても、ギターももういまだにチューニングも要せえへんし、あんだけ6弦ギターあっても、結局弾いてんの1弦か2弦ぐらいしか弾けないし、忙しいでしょ6個も弾くの、だからそういうなんか自分のできる範囲で、だからまるでそれはなんか民族楽器にみんな見えてくるみたいで、そういう弾き方をしてたら、でもまあ例えばなんだろうな、アートリンゼみたいに全然いまだにチューニング狂ってる人もいるじゃないですか。だからチューニングっていうのは、おのおののもんなので、狂ってて当然というか、いわゆるその西洋音階のものがパシッときたから、何が気持ちがいいのかは全然わかんないんですよ、ずっと。なんかちょっとダークな気持ちになるというか、西洋音階を聞くとなんかあれですか、クラシックのとかなんかキリスト教とかなんかそういうものそういうの影響あるんでしょうね、戦争に駆り立てるような音階にしてるとか、なんかあるのかもしれないですね。ただ普通の人がドと思ってドを発した時は、若干みんな違うと思うんですよ。それを音痴っていうじゃないですか、そういうのないと思うんやけどね、その基本西洋音楽を基本にしてしまってるから音痴があるだけで、なるほどね。でもそういうなんだろう、こう非西洋の音楽とか、そのリズムもそうですけど、定型のリズムじゃないものとか、そういうプリリズムみたいなものとか、やっぱりそっちに惹かれるんですよね。耳は行きますけど、すごい西洋音階のきっちり作られたもんもでも好きなんですよ。なるほど。それは自分ではやらないけど、はーと思いますね、それはそれで。なるほど。じゃあ次ちょっとまたかけたいと思うんですが、次はですね、割とこうもう最近の今めちゃくちゃ最近ですね。最近ですよね。ツアーから帰ってきたばっかりですね、今これの。これは吉見さんとスージーバラというドラマーと、あともう一人ロバート・ローっていう、彼はなんだボイスパフォーマーなんですか。もともとボーカリストですけど、もともとバンドやってた人ですよね。ベース弾いてオムとかね、オムとかそうやってましたよね。でも今はなんかモジュラーシンセ使ったりとか。そうですね、モジュラーシンセ屋さんで働いてますね。そうなんですね。この人はだからなんかちょっと今そういう音響テクノみたいな人のところでも注目されてる人なんで、その3人でやってる。そう、これもだからニューヨークでたまたまやったよしみおコラボレーションの3人で音源になったので、ツアーをやるようになって。なるほど。であれですもんね、スリルジョッキーからリリースされた。出ましたね。去年ですよね。去年だったかね。そうです。2018年と書いてあるので、フラワーオブサルファーというアルバム。湯の花。湯の花バリエーションズって書いてある。書いてありますね。湯の花っていう意味でフラワーオブサルファーが。なるほど。で湯の花なんなんバリエーションズ、競争曲とかそういう感じなんですか。ちょっとそれロブが決めたから分かんない。そうなんですよ。分かりました。じゃあそのまあ吉見さんだから音源としては最新のものって言っていい。そうなります。ですよね。そこからじゃあちょっと一曲、これまたタイトルがすごいシンプルで、A と BBB と CCC と DDD ってあるんですけど、A 面 B 面 C 面 D 面に2枚組のレコードですね。なるほど。じゃあそこから A 面のやつを聴いてください。これはすごいですね、音響も。これでも、スージーは、ほんまにすごいミルフォード・グレーブスの
お弟子さんで、そうですよね。ドラマーとしてはすごいですね。ドラマーとしてはものすごい、まだちょっとあんま登場してないけど今の部分では、今叩いてたのは吉見さんですよね。ドラムセットのはずなんやけど、ドラムセットに聞こえない。音じゃないですよね。でスージーは本当にこう砂のようなドラムを叩く人で、パラ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 と降りてて、スティックとかももう縦になってザザザザザザって、そこで私がもうドスって石を乗っけるような臼をこうキネで叩いてるようなやつの組み合わせのツインドラムというか。なるほどなるほど。そうでロブは歌うんですよね、すごい。でここにコンタクトマイクをつけて、それをモジュールシンセにつなげてはーって声を出すと、それがこうシンセ化していくような、と私の声と、ツインボーカル、ツインドラムとモジュールシンセサイダーみたいな。なるほど、面白い組み合わせですね。で私ドラム叩きながらここに自分もシンセサイダーついてて、でたまに弾くんですけど、で弾きながらスティックでやりながらこっちでハイハットをやってるみたいなちょっと変なセットを作ってやってますね。これはライブなんですか？ライブですね。はい。なんかね、これちょっと今日は触りしか聞かせできないんですけど、本当いいサウンドのところで聞くと素晴らしいですよね。このアルバム聞きました？本当にいいと思います。いい音なんですよ。で、あとなんだろうな、こうそれぞれの音がちゃんとこう聞こえてきて、で即興でやってんだけど、まるでなんかちゃんとこう作られてるようにも聞こえるし、なんかありそうでないなんかこういう演奏だじゃないかなと思いました。全部のイギリスツアーをやって、10回ぐらい毎日3人で即興していくんですけど、だんだんこうもう持ちネタが分かってくるんやけど、その自分の持ちネタ以外をやろうっていう風にだんだんなってくるんですよ。で毎日違ってくるんですけど、やっぱりスージーがもうお腹減った言うたらもうお腹減ったような音楽になるんですよ。でそういうのがもろに出てくるというか、でやっぱりみんながゆっくりした日はゆっくりしたものになるし、でもそれはもう実験的で本当にもう何も出てこない谷底みたいなところに落ちるような感じでしたね。カラッカラになるまでずっと3人で即興音楽やって、即興っても言うても合わせることが即興じゃないんで、なんかその時のやっぱり自分の状態がもろに出てしまうんで、それをいかに音化していくか、で相手がいるっていうことは、相手の様子も伺うんやけど、それ以外のことをやっぱりやりたいというか、相手に合わせてたらまねっこ同士になるので、もうすごい難しいツアーやったんやけど、で今回はまたアメリカでビッグイヤーズフェスティバルっていうのに3人で出てて、それはこの間までこの間行ってたやつですね。なんか毎回違いますね、そういう意味で。なんかだから僕このトリオ面白いなっていうふうに思っていて、なんかそれぞれ出てきたところも違うじゃないですか。全く違うね。スージーバラは確かフィリピン系ですそう、フィリピン人ですね。両親が多分フィリピンの移民ですよね。で彼女はアメリカで育ったんだろうけど、だからそのフィリピンのなんか民族音楽とかそういうのも研究をしてるらしいですし、学校の先生ですね。だからめちゃアカデミックな人ですよね。めちゃくちゃアカデミックその人とでもちゃんと吉見さんがやってるのはまたいい全然違うから面白いですね。その組み合わせでやってて、しかもこれがだからそのね、トータスとかジム・オルークとか出してたそのスリルジョッキーから出てるっていうのもまた面白いし、だからちゃんとマスタリングはしてますね。でもこれライブ音源をでもね、そのさっきのマッツのやつがそのスモールサウンドスーパーサウンドっていうそのレーベルから出てたりとか、あとさっきの吉見さんのソロはコモンズじゃないですか、坂本龍一さんですよね。でコモンズはそのボアダムスとか OIO も出してますけど、なんかこうだから吉見さんがこうアウトプットしてるレベルってどれも面白いところで。スリルジョッキーはでも最近 OIO をずっと出してますね。そうですよね。その流れもあるんですけど、だからなんかそういうなんかワールドワイドっていうかいろいろ要所要所の面白いレベルとかそういうところと吉見さんつながってるなっていうのは
そのでもマッツのレーベルは知りませんでした。本当ですか？自分が出てるのプリンス・トーマスっていう DJ がいるんですけど、彼がそのさっきのレーベルの25周年かな、なんかのミックス CD を出してて、3枚組の、それはもう本当に即興演奏からいわゆる四つ打ちまで混ざってるんですけど、それもすごい良かったですよ。あ、そうですか。はい、それにも入ったと思います、この音源。わかり勉強になります。はい、ぜひ聞いてください。はい、聞きます。サイコバブもスリルジョッキーなんですね。ですよね。サイコバブもかけましょうよ、ちょっと。かけます。ライブでやんなかった。今日ライブでやってない曲をね。これでもサイコバブの前のサイコババねから数えるとすごい。サイコババ吉田君大吉さんがサイコババな方なんです。ですよね。でも私が入ってから、サイコババっていうのは湯沢君っていうタブラ奏者と吉田君と私とでやって、2人はバリバリ古典をやるんですけど、私はもうあさっての方向からぶん殴る感じで声で絡めてたんですけど、なんか私大吉さんが作った曲で歌うのが自分がものすごいなんか来るんですよね、発揮できるというか。だからバブにして、サイコババはサイコのおばあさんなんやけど、サイコバブは最も古い赤ちゃんということで生まれ変わったんですよ。なるほど。でバブになって、しかもずっとそのハードコアバンドをやりたくて、グラインドコアの、だからラーガコアのバンドラーガグラインドコアのバンドとして今やってるつもりなんです。つもりなんですね。なるほど。彼らはそんなことはどうでもいいと思うんやけど、吉見さんの気持ちとしてはハードラガグラインドラーガコアですね。ラーガコア。はい。じゃあこれもだから最新のというか、最新、最新というか2年前に出たアルバムですね。はい。2017年に出たアルバムでこの曲ですね。今日はほとんどのアルバムの中の曲をやったんですけど、この曲だけ時間が足りなくてやってないやつがあって今日ちょっと時間が40分ちょっとぐらいだったので、はい、じゃあこれをこれはスタジオ録音っていうか、おのおのが卓録したものを寄せ集めて、そうなんですね。もう今なんかもうみんなパソコンでできちゃうからね。なるほど。私はよう使えないんですけど。あ、そうなんですか。私の録音はその DMBQ のマスコ君がしてくれたんです。なるほど。なるほど。わかりました。じゃあちょっとそれを聞いてください。サイコババの場合は譜面とかあるんですよね。バブ？バブ。譜面になってますね。なってますよね。さっきベースにちゃんと譜面台もありましたし。ベースに関してはラーガにはやっぱベースっていうのはなくて、大吉さんがそのフレーズを作らはってそれを一生懸命演奏なるほどしてるという。ででも吉見さんはそことはこうちょっと。私はもう自分こういうふうに歌メロみたいなものももちろん参考的には作ってくれてるんですけど、それに忠実にやってる曲もあれば、全くそのレコーディングで初めて自分がつけたものもあったり、そうですね、それも即興で歌ってしまったものをもう歌にしてしまったというか、いうのもありますね。最初からつけてくれたのもあります。ラーガなんで私もちょっと難しすぎて、私はもうほんま理論も何も分かってなくて、多分感覚だけでそこに飛び込んでやってるので、人より一歩先を歌うようになるほどものすごい数やってるじゃないですか。今日はかけたのは紹介したのは、そのごく一部なんですけど、で自分が過去やったものは振り返らないとか聞かないという素晴らしい潔い姿勢なんですけど、どうこの後やっていこうと思ってます？
そういうことは聞いてもいいのでしょうか。いや、どうしたい、こうしたいはこのサイコバブに関しては、グラインドラーがコアがやりたいっていう確固にある意思があったんやけど、あんまりこれをやりたいからこうするとか、あんまり今までそういうふうにはしてないですよね。だから今日こう紹介したやつも、みんな相手からこう誘われてやったって、その相手がなんかやっぱりこう的確の人をこうなんか流れがあってかかりますよね。流れがあって出会いがあってタイミングがあった時っていう感じですね。でもまあそういうタイミングを逃さないっていうことなんじゃないでしょうか。はい。ということで。でもまあ多分この後またいろいろ出てくると思うんで、それは本当に楽しみにしてますし、ちょっと今日まあ吉見さん駆け足なんですけど、吉見さんがまあソロというか自分一人とあとまあさまざまな人とやってる音源を中心にかけたんですけど、もし今までの今日かけたような音源まだ聞いてなかったっていう人はまあ大体手に入ると思うので。結構あれですね、もうSpotify とかああいうのでも聞けましたね。そうなんですか。はい、だから聞けると思うのでぜひ聞いてもらいたいなと思います。すごくいい音源たくさんあります。はい。すごい。でこのレクチャーなんですけど、一応レクチャーで今皆さんこういうふうにせっかくいるので質疑応答をこの後ちょっと時間設けてまして、吉見さんに聞いてみたいと。どんな質問でも大丈夫ですよね。どんな質問答えれるのかな。なのでせっかくの機会なのでもしあれば挙手していただいて。はい。吉見さんが、人生で一番感動したアルバムを教えていただければありがたいです。一番かどうかちょっとわからないんですけど、今パッと思い浮かんだのはアルゼンチンのモノ・フォンタナって人がいるんですけど、それのは録音法というか奥行きがすごい感動しました。ありがとうございます。僕はボアダムスのスーパーアーです。なんかね、結構スーパー言ってくださる人多くて、海外に行ってもスーパーのことしか喋らないおじさんとかもう毎回同じ顔なんですよね、そういう人と。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。今日、演奏から聞かせていただいたんですけど、だいぶ特殊な状況下だと思うんですよ、この能楽堂というところが。で今回のそのバンドのサイコバブは譜面使って曲を演奏するってことだったんですけど、なんかこういう場所の違いによって何か影響が出たりとかっていうのは今日特にあったでしょうか。こういう普段のライブハウスではない場所でやるとっていう。ちょっと独特ではありますけど、前も京都でOIO と、その頃ボアダムスのギターオーケストラの人たちとあとサイコババやったかね、ババをやったことがあるんですよ、能楽堂で。でそれで能楽堂って多分この下に壺が入ってるんね、響かす音が。だからすごい声とかは意外とマイクを通すより生でガーってやった方が気持ちよかったり、すごい共鳴があって実はやりやすいです。雰囲気がちょっと硬くなっちゃうからあれなんですけど、でなんかちょっと自分ら取ってつけたみたいにここに置かれてる感じはするんですけどでも音的にはやりやすいです。わかりました。ちょっと意外でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ話しててもすごい共鳴が。別にマイクとかなくてもみたいなね、よく聞こえやすいんです、自分の声が。こういう場所をもっと活用してもらえるといいですよね。でもね、規則がたくさんありますからね、こういうところね。それは仕方がないところなんですけど、従ってやるしかね。他にもしあればいらっしゃいませんか。よしみちゃんがこう一番それなんのかな、
大事だと思うことは、そう作るときに一番大事だなってよしみちゃんが思うことは何ですか？何でももの作りに関してっていうのかな。一番大事なのは自分をしっかりやることかな。なんかよく見られようとか、まあご飯に関しては、私すっごい最近ご飯作ってて、結構行列ができるカレーとカレー屋さんやってるんですよね。カレー屋っていうか、南インドのそれでそれはまあ人のちょっと飲み込むから、人が飲み込むからちょっと責任取らなあかんとは思ってるんですけど、とにかく自分をちゃんとしないことには人に何も見せれないというか、確かに正直に自分に正直にありがとうございます。食べ物で思い出したんですけど、食べ物じゃなくてブランド服の洋やつも服はね、もう15年ぐらいブランドデザインやってるんですけど、もうすぐありますね、展示ですか？コレクションが東京14、15に、大鹿鹿メゾンっていう代官山の髪の毛切るところを借りて、やってますね。誰でも来れるし、秋冬もんはオーダーになるんですけど、春夏もんは即その場で買えるっていうところでやってますね。で終わったら大阪でもあって、大忙しなんですけど、でまた大阪では自分カレーも作ってますからね。なんかすごい人が並んで評判だという。デザイナーとしているのがもうちょっと恥ずかしくて、何か他のことをしてしまうんですね。でどんどんこう他のことをしてしまって現在に至るみたいな。それプラスでも音楽がありますもんね。音楽はやってますね、普通に。やっぱ料理とかもめちゃくちゃ緊張しますね。やっぱ本当ですか？飲み込むからね、みんなが。まあそうですよね。体に入ってくるもので、はい。飲み込むのやばいです。ですね。でもぜひちょっとそのカレーと洋服の方もチェックしてください。はい、皆さん。じゃあそろそろはい時間なので終わりにしたいと思います。今日は吉見さんありがとうございました。ありがとうございました。長々ありがとうございました。ありがとうございました。